今日のテーマは大人の ADHD。集中できない自分はダメだと責めていませんか？この動画では ADHD の困りごとだけでなく、創造性や過集中といった可能性にも目を向けます。怠けているからできないのではなく、実行機能や注意のレンズという仕組みの問題かもしれません。動画を見終える頃には、付き合い方のコツが一つ、手元に残るはず。さあ、早速始めましょう。Okay, so ADHD is a common childhood disorder and it's characterized by inattentiveness, impulsivity, and hyperactivity. And in 2022, 14.4% of children ages 13 to 17 had a diagnosis of ADHD. And you'll see that ADHD は、不注意、衝動性、多動性の3特性で語られます。成人では多動が目立ちにくく、不注意優位に見えやすい点がポイント。誰にでもある程度の抜けはありますが、日常生活に支障が出るレベルで継続すると診断対象になります。性格の問題ではなく脳の特性として理解し、発想を転換することが今日のゴールです。So ADHD can have a lot of impacts on your life. So you can imagine that it has an impact on your just daily tasks, right? Whether it's doing your homework or making sure that you know where you've parked, or, planning the steps to going to the grocery store, forgetting that you didn't buy all the ingredients you need to make dinner. So those are the kind. ADHD の影響は成績や仕事に限らず、睡眠、食事、運動、対人の細部に静かに広がります。寝る直前に動画や SNS に吸い寄せられて、翌朝寝坊。空腹の今に引っ張られて甘いものへ手が伸び、予定していた自炊や食材の使い回しが崩れる。シューズやウェアを探す一手間が段差になって挫折。しかしこれは意志の弱さではなく、注意と実行のコントロールが環境に左右されやすい特性の表れです。だから対処は根性論ではなく、環境設計です。生活は仕組みで軽くできる。これがADHD の暮らし方のコアです。So executive functions are the cognitive mechanisms that support the control and regulation of thought, action, and emotion. And so they tend to be activities that are governed by the frontal cortex, and in particular the prefrontal cortex of the brain. 実行機能は脳の司令塔で、作業記憶、抑制、切り替えが柱です。ADHD ではここが疲れやすく、分かっていても着手できない、注意がそれる、衝動的に動く、といったことが起きやすくなります。ここで頼るのは意思ではなく、環境設計です。ポイントは、意思の力に頼らず、脳の働きを外側の仕組みに委ねることです。まずは外部記憶。ADHD では作業記憶がすぐ満杯になって注意がそれるので、やることは頭に抱えず、タスクは一件一枚の付箋にし、今日やる、進行中、完了の3つのエリアを作ります。作業が進み、付箋を手で移動するたびに達成が見えますし、今やる一手に集中できます。次に時間の可視化。開始アラームと終了アラームを分け、25分プラス5分などの固定ブロックで区切ります。移動や片付けの時間も予定に入れ、最初の数日は実際の所要時間を簡単に記録して、ブロックの長さを調整。作業中は通知オフ、集中モード、サイトブロックで誘惑を断ちます。そして摩擦の削減。ここで言う摩擦とは、始める前に必要な小さな手間のこと。ADHD では、この小さな段差が行動の着手ブレーキになります。例えば朝の外出なら、ドアへ向かう動線上に外出準備コーナーを作り、鍵はフック、財布は小皿、カバンは前夜に詰めてドア脇へ。よく使うものは自宅と職場で二重化。服選びに迷う人は平日を制服化して手を伸ばすだけで始められる動線にします。大切なのは完璧にやろうとしないこと。見える化、時間の区切り、摩擦の低減。この3つが大体整えば、うっかりは先回りできるようになります。環境を味方に、日常を静かに前へ進めましょう。Okay, so you can think of attention like a lens where there's a narrow focus, average focus,
and a wide focus. And the modulation of attention is crucial for many tasks. 私たちの注意はカメラのレンズのように、どれだけ広く、どれだけ狭く周囲を捉えるかで、働き方が変わります。広すぎるレンズでは、多くの情報が同時に入ってきて発想は広がる一方、雑音まで拾ってしまい、作業の手順や目的を見失いやすくなります。反対に狭すぎるレンズでは、目の前の作業に深く没入できる一方、時間の経過や全体の流れを見落とし、締め切りや次の予定に気づきにくくなります。ADHD では、この焦点の切り替えと維持が揺れやすく、結果として効率が下がりがちです。大事なのは、状況に応じて意図的にレンズを選ぶことです。企画や下調べ、アイデア出しのような材料を集めて関係づける場面では広いレンズが役立ちます。ホワイトボードや大きめのメモで全体像を眺め、関連しそうな要素を自由に行き来しながら、時間だけは先に枠を決めておきます。一方、原稿を書く、契約文を精読する、といった一つを深く仕上げる場面では狭いレンズに切り替えます。レンズの暴走を防ぐために、ブロックごとに開始と終了の合図を用意しましょう。開始時は、今は狭いレンズで15分と声に出して宣言し、タイマーをスタート。もし早く終わってもタイマーは切らず、残り時間は仕上げや次の準備に使います。終了のチャイムが鳴ったら時計を一別し、次のブロックが始まるまでの余白を確認。狭い作業を終えた直後は、あえて60秒から90秒だけ広いレンズに戻して、目的に沿っているか、抜けや順序の誤りがないかを見直します。逆に広い探索を終えるときは、最後の1分から2分だけ狭いレンズにして、ファイルを開く、1行だけ書くといった、次の最初の一手を具体的に決め、一歩だけ進めておきます。このレンズの選択と切り替えができるようになると、ADHD で起こりがちな寄り道方や過集中による時間ロスが目に見えて減ります。ここから先は、その強みがデータ上どう現れるのか、創造性と過集中の科学へつないでいきます。And then what was super cool was that how distant the words were that you generated in this word association task was related to how innovative and original your responses were. So it again suggests sort of an attentional breadth was beneficial in this case. Okay, so ADHD adults are more innovative than non-ADHD adults, and word association seems to be related to innovativeness. 研究では ADHD の人はアイデアを広く、たくさん出す場面で強みが出ることが分かっています。ただし、良い発想がそのまま良い成果になるわけではありません。発想を選んで、形にして、動かすところまで進めて、初めて価値になります。そこで、想像の流れを広げる、選ぶ、形にするの3段に分けます。まずは広げる段階です。時間だけ決めて一気に案を出しましょう。例えば10分で20案を目標に。ここでは評価は一切しません。機能や使う人の体験、デザイン、価格、運用の手間、話題化といった視点を意識的に入れ替えながら書き出します。付箋をカテゴリーごとに貼り分けると発想が広がりやすくなります。次は選ぶ段階です。最初に基準を言葉で決めて共有します。例えば、実現しやすさ、効果、コスト、リスクの4つに重みをつけ、各案に点数をつけて上位3つに絞ります。基準が曖昧だといつまでも決まらないため、定義を短くはっきりさせることが大切です。最後は形にする段階です。選ばれた案を1枚の設計メモにまとめます。誰のどんな困りごとに、どんな価値を、いつ、何で届けるのかを簡潔に書き、担当者と期限を明確にします。締めくくりに次の最初の一手を決め、その場で一歩だけ実行して終えます。チームで進めるなら、広げる段階は、アイデア出しが得意な人が司会して量を稼ぎ、選ぶ段階からは、検証や整えるのが得意な人が主導して基準に沿って絞り込み、骨組み化、担当、期限の確定まで一気に進めます。役割を交代しながら、同じ山を登るイメージです。一人で進める場合はタイマーを使い、広げる10分、休憩2分、選ぶ12分、形にする5分のように時間でモードを切り替えるだけで十分です。こうすれば、ADHD のひらめきの飛距離を生かしつつ、迷わず成果へとつなげていけます。
Generally, when I'm very focused on something or doing something that I find especially rewarding, I might accidentally skip meals, stay up all night, or keep doing the activity until I absolutely must get up to go to the bathroom. In general, when I'm busy doing something I enjoy or something I'm very focused on, I find it very difficult to quit and move on to something else, even if I have a lot of other important things I should be doing instead. 興味のある対象にスイッチが入ると、時間感覚を失うほど深く長く集中できる。これが過集中です。創作や研究、プログラミングのように深く潜るほど進む仕事では、これが強力な推進力になります。一方で、生活リズムや多予定の崩壊を招きやすく、両刃の剣でもあります。大切なのは、集中そのものを止めるのではなく、引き際を設計しておくことです。そのために、作業はブロックで区切ります。始める前に、この30分はここを進める、など宣言をします。その上で終了アラームを必ず用意し、音だけでなく光や画面の変化も合図にします。例えばスタンドライトを、時間になったらスマートプラグで自動で消えるようにしておくと、体が終了を直感しやすくなります。PC は時間で自動スリープやスクリーンロックをかけて、指先の惰性で作業を続けられない環境にする。さらに、タイムブロックでカレンダーにこの仕事の枠と次の予定を両方入れ、次の予定までの余白をあらかじめ見える化しておきます。一人だと伸ばしがちなら、第三者の声かけを予約しておくのが有効です。例えば、オンラインで同時に作業を始めた友人と、30分後に一言報告と決めておく。人の存在が終了のスイッチになります。アラームが鳴ったら、すぐに止めるための小さな儀式に入ります。まず保存をかけ、今の状態を一言でメモします。次はここから。そして口に出して確認します。次の予定は10分後、移動3分、身支度2分。ここで立ち上がる、水を飲むなど、体を一度切り替えます。それでも、アラームを無視して続けてしまうことはあります。そんな時は、ルールを前もって決めておくとダメージを最小化できます。例えば、延長は一度だけ5分、2度目のアラームで必ず離れる、などです。崩れたリズムは寝る時間から戻すのがコツです。今日は残業でなく、明日の始業を守る。その方がトータルの集中力は回復します。要するに、過集中は悪者ではありません。ただ、入るのは得意でも、出るのが苦手なだけ。だから終了アラーム、タイムブロック、第三者の声かけ、PC の自動スリープといった切る仕掛けを外側に置き、着地の儀式と次の最初の一手で優しく離陸と着陸を設計する。こうすれば集中の推進力はそのままに生活の土台を壊さず前に進めます。The sort of gold standard is using a structured clinical interview, which involves asking a series of questions and follow-up questions by a trained clinician. It helps to have, in addition, both parent reports and teacher reports. 大人の ADHD は見た目が他の不調とよく似ています。不安やうつが強いと注意が散りやすく、寝不足や睡眠時無呼吸でも集中は落ちます。外から見ると、うっかりや先延ばしに見える点が同じなので、自己判断だけで ADHD だと決めるのは難しいのです。評価の中心にあるのが構造化面接です。現在の困りごとだけでなく、12歳以前の子供時代にも似た傾向があったか、仕事、家庭、対人など複数の場面で困っているかを順を追って確かめます。可能なら家族や職場、学校の情報も合わせます。さらに、注意や記憶を見る心理検査を補助的に行ったり、睡眠障害、甲状腺、薬の副作用、アルコール、カフェインなど別の原因が隠れていないかも確認します。要するに、ADHD だけを見るのではなく、全体像を見るやり方です。怠けているだけだと自分を責めなくて大丈夫です。思い当たるところが多いと感じたら、まずは精神科、心療内科、発達障害外来などの専門外来に相談しましょう。診断がつくと、これから取れる選択肢がはっきり見えてきます。土台になるのは薬物療法です。注意の塵や衝動性を下げる効果が期待できる一方で、効き方や副作用は人によって異なります。医師の管理のもと、生活リズムとの相性も含めて少しずつ調整していきます。並行して、成人 ADHD 向けの認知行動療法やスキルトレーニングに取り組みます。時間の区切り方、先延ばしの止め方、注意の切り替え方といった行動の手順を
実生活で使える形で身につけていきます。日々への落とし込みにはコーチングも役立ちます。週ごとに伴走者がつき、目標設定、実行、振り返りのサイクルを回すことで、学んだやり方が習慣として根付きやすくなります。合わせて環境も整えます。やることは外部メモに出し、アラームや時間ブロックで1日の枠組みを見える化し、鍵や財布などは定位置に固定して、探す、迷うを減らす。こうした工夫が脳の負担を軽くします。もし不安やうつ、睡眠の問題が重なっているなら、それ自体の治療も同時に進めます。これらが整うほど、ADHD の症状も扱いやすくなります。どの組み合わせが自分に合うかは人それぞれ、専門家と相談しながら、自分の暮らしにフィットする形を一緒に見つけていきましょう。今日の要点はシンプルです。私たちのうっかりや先延ばしの多くは、実行機能や注意の特性が背景にあるため、日常で起こりやすい現象です。一方で、同じ特性はアイデアを広げたり、深く没頭したりできる、創造性や過集中という強みも内包しています。そして、適切な診断と外部メモ、アラーム、定位置管理などの仕組み化によって、自分を責める段階から、その特性を生かす段階へ進めます。ADHD と上手に付き合えれば、その特性は強みに変えていけるのです。